アブラムシの被害を最小限に抑える方法。イントロダクション。家庭菜園やガーデニングを楽しむ多くの人々にとって、アブラムシは非常に厄介な害虫です。彼らは植物の汁を吸い取り、生育を阻害するだけでなく、ウイルスを伝播させることもあります。本動画では、ずんだもんと四国メタンの対話形式で、アブラムシの被害を最小限に抑えるための、具体的な方法についてご紹介します。天敵を利用する方法。アブラムシってどうやって駆除すればいいのだ？まずは天敵を利用する方法があるわよ。アブラムシの天敵には、テントウムシやアブラムシヒゲコバチがいるの。これらの天敵を庭に放すことで、自然にアブラムシを駆除することができるのよ。なるほどなのだ。天敵を利用することで薬剤を使わずに駆除できるのだな。そうね。特にテントウムシはアブラムシを大量に食べてくれるから、効果的なのよ。自然環境を整える方法。何アブラムシを防ぐ方法ってあるのだ？もちろんあるわよ。例えば、植物を健康に育てることで、アブラムシの被害を減らすことができるの。適切な水やりや肥料を与えることで、植物が強くなって、アブラムシに対する抵抗力も高まるのよ。強い植物を育てることで、自然にアブラムシの被害が減るのだな。そうよ。さらに、混植やコンパニオンプランティングも有効よ。特定の植物同士を一緒に植えることで、アブラムシを遠ざける効果があるのよ。自家製スプレーを使う方法。でも、もしアブラムシが大量発生したらどうすればいいのだ？その場合は、自家製スプレーを使うのがおすすめよ。例えば、石鹸水やニームオイルを使ったスプレーが効果的なの。これらのスプレーを植物にかけることで、アブラムシを駆除することができるのよ。自家製スプレーなら手軽に作れそうなのだ。しかも化学薬品を使わないから、環境にも優しいの。スプレーを作るときは、濃度や頻度に注意して使うことが大事ね。まとめ。アブラムシの被害を最小限に抑える方法には、天敵を利用する方法、自然環境を整える方法、自家製スプレーを使う方法があります。これらの方法を組み合わせて実践することで、アブラムシの被害を効果的に減らすことができます。家庭菜園やガーデニングを楽しむために、ぜひ参考にしてみてください。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。